エモンレポートへようこそ。オプション取引の学習って教科書を読んでも実際何から手をつければよいかよくわからないよね。実際のトレードを見ながらそんな悩みを一緒に解決していこう。今回は超基本初心者がまず覚えるべきスプレッド戦略をお送りするよ。エモンは今までオプショントレードでたくさんの時間と金を無駄にした。それはオプショントレードの基本ってものが何なのか、それがまず分かってなかったからだと思うんだ。オプション取引ってまず何から手をつけるべきなのか、初心者向けの教科書にすら書かれていないから正直困惑するよね。教科書のオプション理論とオプション取引の実践は全くの別物だと思った方がいいね。理論をいくら知っていても実践で稼げるとは限らないってことね。そうだね。オプション取引の実践とはマーケットの不確実性を利益に変えようとする試み。不確実なものを扱うのだから、それをこうすれば儲かるというように画一的に説明するのは不可能だね。でもこの動画を見ればエモンのようにあっちこっちと無駄に遠回りせずともオプション取引の実践に必要な学習コストを大幅に抑えることができると思うよ。少なくともオプション取引を長年実践し続けてきたエモンの考えはみんなの参考になると思うんだ。今回は実際に行ったトレードを見ながらここら辺を詳しく説明していくよ。質問や動画のリクエストがあればどんどんコメントしてね。それでは行ってみよう。スマイル物語。こら尻尾で刺してお行儀悪いぞ。2023年5月24日水曜日12時30分、東京市場5場。まずここ最近の先物冷やしチャートから、昨日の先物は東京市場の前場に31,360円の新高値を取った後に急落局面のスマイルカーブは下げの P 盛り C ハゲと珍しい形状になった。普通先物が下落するとスマイルカーブは下げの P ハゲ C 盛りになるよね。今回はその逆の反応をしたってこと？そうだね。下げの P ハゲ C 盛りなどの平時のスマイルカーブの変化のパターンはレベル192の動画でも詳しく説明した通りなんだけど、今回は逆の反応となった。どうして逆の反応になったの？またあの既視感が。いい質問だね。スマイルカーブの変化に疑問を持つことは重要なんだ。新高値を取ってからの急落局面でプットはハゲずに盛りコールは盛らずにハゲるということは、ここまで先物の強い上昇によりすでにコールは買われて持っていて、そこで先物急落が起きたことで上値の警戒感が薄れてコールの盛りは剥落、当面下落はないと踏んでいたプットサイドはプットが売られハゲていたが、思わぬ先物急落により下落警戒感が強まって持った。こんな感じの解釈でスマイル物語を組み立てるのが妥当じゃないかな。スマイル物語 EP8 の動画のスマイルカーブのところでも説明した通り、スマイルカーブの変化をお金に変えるのがオプション取引だね。スマイルカーブには連続性のシナリオがあって、このシナリオのことをエモンレポートではスマイル物語と言っているよ。スマイルカーブはなぜこのような反応を示したのか、それにより次はどうなったらどのような反応を示すのか、逆にこのケースとなった場合はどのような反応となるのか、このようにスマイルカーブの観察からなぜこうなったのかと理由をつけて、次にこれから起きるシナリオを考え、それに応じたスマイルカーブの変化を想定。複数のスマイル物語の想定からいずれのパターンでも利益が出せるようなスプレッド戦略を繰り出していくのがオプション取引だね。複数パターンで利益が取れるなんてオプション取引だけだね。今回のトレードは上げ想定と下げ想定のどちらでも利益が出るポジションだよ。スマイルカーブの動きの癖を知っておくことが大切だね。日頃からの観察が必要だね。その時だけパッと見てもわからないもんね。スマイルカーブはこのチャンネルでライブ配信してるから活用してね。またスマイルキャッチャーにも実装してるから、まだ持ってない人はブログのエモンレポートを読んでゲットしてね。エモンポスト。下げの P 盛り C ハゲ、高値から急落していく時に見られるなかなか珍しい現象だよ。 OP レベル上げ、そして先物は昨晩ニューヨークタイムに前日比対まで持ち直すもずるずると下落。スマイルカーブは下げの前ハゲとなっている。日中の先物急落でプットが持った時の警戒感は薄くなってるのね。だから日中持っていたプットはハゲたのかな。いいスマイル物語だね。その調子でスマイルカーブの観察を続けて解釈をつける訓練していくといいよ。プロテクティブプット新規立て。さて先物がずるずる下落していく中、レーダーが反応。もう少しプットがハゲるのを待ちたいところだが、増し玉を前提にまずは小さくポジションを取っていこう。とりあえずプロテクティブプットをエントリー。プロテクティブプットやると思った。エモンのお箱だね。それいいね。
この局面ならあの人だったらどうするかって目標にしている人をイメージすると覚えやすいかもね。今回のプロテクティブプットのポジション構成はプット28000をプラス5枚と先物ミニのロングを2枚。このスプレッドはいろんな意味で優秀すぎて一生手放せないよ。デルタはニュートラルに調整。ハイローバンドのローラインタッチがポイントかな。そうだね。ハイローバンドのハイラインとローラインはエントリーポイントの先物水準を示す指標だよ。ここら辺もさっきのレベル192の動画で詳しく説明してるから見てね。ハイローバンドはライブ配信のスマイルカーブと一緒に表示されているよ。3対2の法則。昨日の日中の先物急落時のスマイルカーブの観察からプットは先物急落に敏感に森で反応することが分かったね。そして先物が反発すると持ったプットは剥げていくことも分かった。新展開が起きるまでしばらくはこのスマイル物語が続くと想定しよう。つまりここハイローバンドのローラインから先物がさらに下落していくのならプットは再び持ってプロテクティブプットは B。 そして逆に先物が上昇トレンドに復帰していくのであればすでにプットは剥げているので上げの P 盛り C ハゲとなりやっぱりプットは持ってプロテクティブプットは B。 どちらにしてもプットは盛るしかないってことね。しかし横はダメだね。やられる。上げでも下げでもウィン。横はルーズ。ギルドの教え3対2の法則だよ。3対2の法則もレベル192の動画で解説してたね。これ以上先物の下落が進むとプットが再び盛り始めると思われるタイミングがエントリーポイントってことかな。その通りだよ。下げのパターンで来るならプットが盛りで反応することは必須。プットが盛り始めるポイントまで十分に引きつけてからエントリーしないといけない。下落が進んでもプットが盛らなければプロテクティブプットは渡先となりなかなか痛い評価損を抱えることになる。これオプションスプレッド戦略が教科書通りの利益を生まない典型的な例だ。教科書には先物の下落で利益が出るスプレッドと簡単に書いてあるな。プロテクティブプットのペイオフダイアグラムを見ると分かる通り現値線は時間が経てば経つほど満期線に吸い寄せられるように近づいていくからプットが盛らないまま先物の下落が進めば現値線はどんどん深く沈み込んでしまう。単に先物が下落するってだけじゃプロテクティブプットはうまくいかないんだね。だからオプション取引の実践ではエントリーのタイミングを測ることは非常に重要だよ。グリークスチャート必要に応じて画面を止めてみてね。評価域が乗ってきた。2023年5月26日金曜日22時5分翌々日の金曜日のナイトセッション。まもなくニューヨーク市場がオープン。エントリー時点から先物はおよそプラス600円。 OTM プットは 5% 近く持ってきた。 5% の盛りってすごい狙い通りだね。プットが持ったことでホールド中のプロテクティブプットにも評価域が乗ってきた。先物下落パターンで取ったレベル196のレポートと違ってプロテクティブプットは先物上昇パターンでも取れることがわかるね。むしろ先物上昇パターンの方が取りやすそう。ロング系スプレッドは生物だ。評価域が乗ったところでしぼんでしまわないうちに適度に降りてしまうのがプロテクティブプットの基本ではあるけどそれはあくまで基本形。ここからの対応は人それぞれだね。デルタ調整。先物が上昇したことでデルタはロングに傾いたけどこのまま無調整でプロテクティブプットのホールドを続けてもよいし先物はハイローバンドのハイラインに近づいているのでタイミング的にはプロテクティブコールに持ち替えても良いと思うよ。でもデルタをニュートラルに調整したいからといってコールを打ってフルヘッジベアシンセティックに変形するのは三角かな。なぜなら先物がハイローバンドのハイラインに接近している今は逆符号であるフルヘッジブルシンセティックのエントリータイミングだから、またプットを買い増し玉してデルタをニュートラルに調整するのも微妙だね。プットを買い増し玉すれば確かにプロテクティブプットのデルタはニュートラルに調整できる。しかし先物の上昇によりスマイルカーブは上げの P 盛り C ハゲとなっている。つまり持って割高になったプットを今から買うことになってしまいボラティリティトレード的には得策とは言えない。それにここから先物が下落してもすでにプットは持っているためにスマイルカーブは下げの P ハゲ C 盛りで反応する可能性があり3対2の法則の条件に合致しない。よってこの場合デルタをニュートラルに調整する方法は先物ミニ開玉を落とす以外の選択肢はない。デルタ調整もなかなか奥が深いんだね。あ、エモンまたポスト。再び上げの全盛りの形成過程かも。バタフライ効果が進み FOTM コールまで盛り始めると上げの全盛りの完成体
このような状況の時に3対2の法則が成立するので、オプション特性を最大限に生かしたトレードができると思うよ。最適解らしい適切なスプレッドが何か覚えておこう。 OP レベル上げ。もう一個。よくわかんないけどここに来てプットーに盛り。 OP レベル上げ。さて先物は直近高値31,360円に迫っており、もうそろそろいいところまで来たのではないだろうか。一旦返済をかけていこう。まずこのオプションスプレッド戦略を覚えろ。多くのオプションスプレッドが存在する中で、プロテクティブプットとプロテクティブコール、この2つが最も単純で基本形であることは間違いないよ。プロテクティブプットはプット外に先物ロングを当てるスプレッド。今回のレポートで紹介してるスプレッドだね。プロテクティブコールはコール外に先物ショートを当てるスプレッドだね。エモンの個人的な考えだけど、オプショントレードを一から理解するにはまずプロテクティブプットとプロテクティブコールで損益が出る仕組みがわからなければ何も始まらない。さっきも言った通り、オプショントレードはスマイルカーブの変化をお金に変える試み。スマイルカーブの変化とはボラティリティの変化のことで、オプション取引はボラティリティの取引ということだね。つまりボラティリティトレードをやろうというわけだ。そのためにスマイルカーブの変化が読めなければ何も始まらない。まずはひたすらスマイルカーブの観察とプロテクティブプットとプロテクティブコールのシミュレーショントレードをやってみよう。重要なのは今はまだスタートラインにも立てていない状態なので、シミュレーショントレードをすっ飛ばしてここで実弾ポジションを強行してしまわないこと。はっきり言ってプロテクティブ系で利益を出すのは難しい。流行る気持ちを抑えて、まずはシミュレーショントレードでトライアンドエラーを繰り返しコツをつかもう。レモンは実弾トレードを強行して大失敗してるからね。この動画を見てくれているみんなにはエモンと同じ失敗をしてほしくないよ。プロテクティブプットとプロテクティブコールに評価域が乗るメカニズムを理解すれば、その過程でスマイル物語の読解力もかなり鍛えられているに違いないよ。ぶっちゃけ今回のプロテクティブプットの説明を聞いて、ここまでですでにハイレベル、匠の技すぎると思ったよ。そう思うかもしれないけど、単に慣れの問題とも言えるね。 FX などでなんとか相場の方向を当てようと努力して消耗したことあるでしょ。その結果相場を当てることは誰にもできないって答えに行き着くわけだけど、報われなかったその努力を今度はオプショントレードに全力でつぎ込むんだよ。オプションは勉強と経験値を積めば積むほど稼げるようになっていくのは最大の優位性でしょ。これ気づいてやったもん勝ちだよ。ここまで真剣に動画を見てくれているみんななら絶対できると確信してるよ。話を戻して、プロテクティブ系の理解が進むとスマイルカーブの盛り上げによってスプレッドに損益が乗る仕組みが分かり、同時に逆符号であるカバードプットとカバードコールも見えてくる。カバードプットはプット売りに先物ショートを当てるスプレッド。カバードコールはコール売りに先物ロングを当てるスプレッドだね。プロテクティブ系とカバード系が見えてくると、次はこれらを合成したスプレッドであるフルヘッジブルシンセティックとフルヘッジベアシンセティックが見えてくる。フルヘッジブルシンセティックはプロテクティブコールとカバードプットの合成スプレッド。フルヘッジベアシンセティックはプロテクティブプットとカバードコールの合成スプレッドだね。ここまでシミュレーショントレードで自信をつけたら、オプション取引の基本は習得完了で一段落。もう初心者じゃないね。脱初心者だ。オプションで食っていける道筋が見えたと自信を持っていいと思う。最小ポジションでいよいよ実弾を投入していこう。実際エモンの実弾ポジションの7、8割はここまで出てきたスプレッド、プロテクティブ系、カバード系、シンセティック系が占めている。初心者の人はまずはここまでのステップを目標に頑張っていくと良いと思うよ。あとは全てのスマイルカーブの変化に対応できるように応用技術の習得をしていこう。シンセティック系が分かるとスマイルカーブの盛り上げに加えてスキューの変化も捉えているということになるね。スキューの変化を捉えるスプレッドはバックスプレッドとレシオスプレッドだね。バック系とレシオ系は大技だ。これが使えるようになるのは強力だね。バック系とレシオ系まで理解が進むと記事化と木先の盛り上げとスキューの変化を比較することができるので、カレンダー系まで戦略は広がるね。カレンダー系はリバースカレンダースプレッドとカレンダースプレッドだね。ここまで来たらもう知識の爆発は止まらないね。レベルアップが止まらない。そんなの楽しくて仕方ないだろうな。複雑なポジションを自在に操る操作系スプレッドができるようになるよ。もう頭の中はオプション脳になって完全に引き返せない状態だね。全返済15分後、
22時20分全返済完了。次のチャンスを狙っていこレモン、すごく基本的なことなんだけど、う。なんだ。ライブ配信のスマイルカーブ、見方がよくわからない。そういや今までちゃんと解説してこなかったね。私と同じ人も多いんじゃないかな。よしわかった、任せろだよ。この機会に完全解説しよう。やった。じゃ決まりだね。次回完全解説、今さら聞けないライブ配信スマイルカーブ。勝手に決め。最後までご視聴ありがとうございました。